こんにちは。PTA 鳥チャンネルの時間です。はい。今回は、今週の深掘りということで一つのテーマに、沿ってお話をしていきたいと思うんですが、はいここはいつもね明るい話題が多いんですがちょっとこれ怒っているというか直した方がいいだろうというちょっと提言も含めて、あるニュースのことについて、少し掘り下げてみたいなと思っております。若干ちょっと今日はいつもより厳しめに、はい。今笑ってますけど、はいいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。JAL 便福岡空港門限後の22時以降に同じ羽田発で着陸できた便と引き返した便があった。今回は2月19日日曜日、羽田空港発福岡空港行きの JAL331 便が福岡空港の門限である22時に間に合わなかったことで福岡空港に着陸できずに引き返してしまったニュースについて深掘りします。この日は羽田空港が強風だったことで遅延が相次ぎましたが、ネット上では前後に羽田空港を出発した JAL 便が22時過ぎに福岡空港に着陸するなど疑問の声が上がっていました。なぜ JAL331 便だけが福岡空港に着陸できなかったのかについて考えます。はい、このニュースなんですが、報道でもかなり出ております。はい。私の方もYahoo ニュース個人というところで、これに関してちょっと考察した記事、福岡空港、それからあと日本航空に取材をしたという、その内容も含めて、記事のタイトルが JAL 便福岡空港門限後の22時以降に同じ羽田発で着陸できた便と引き返した便があったと。じゃあその違いは何なのかという、そういったことなんですが、この2月19日っていうのが日曜日の日で、はい、で私も三沢空港に飛んでいまして、そうなんですね、JAL で、それで行きは帝国に朝出てって、で帰り夜の便で乗ろうとしたら1時間遅れで、昼間に東京で強風があったんですけど、風が強くてもう飛行機が軒並みもうほぼ ANA も JAL も含めてほぼ全便最低30分、中には2時間3時間遅れている便があったと。でその中で福岡空港というのは、門限が、市街地ですよね、街中にありますよね。そうですね。で福岡空港というのは朝7時から22時まで使えると。であと変わったところでいうと、短いっていうと、大阪の伊丹空港、ここは朝7時から21時までという風になってたりとか、成田空港は少し伸びて今朝6時から24時までできると。あとその関西国際空港とか羽田空港とか24時間使える空港っていうのもあるわけなんですけど、でその中でこの通常のルールでいうと1分でも過ぎると着陸は認められないというまず原則論があります。ただこれが天候の理由とか、あと災害が起きた、地震とかが発生したとか、あとどうしてもこの特別な理由があった場合、あとはちょっと体調不良で緊急着陸しなきゃいけないとか、そういった場合というのは時間を過ぎてもその許可を得ることによって降りることができるっていうのが元々のルールになっていると。で、航空会社の都合、いわゆる例えば準備に手間取ってとか、前の便が天候じゃない理由で遅れて、それでその間に合わない場合、これはもう1分でも過ぎると絶対に降ろしてくれないと。であと例えば飛行機の機体が壊れたとかっていうのも、これも航空会社の、責任になるので、機体故障もダメです。でこれよく羽田から大阪の最終便っていうのが、だいたい19時半前後に出るんですけど、これ結構、JAL の最終便でよくあるんですけど、伊丹空港に一応向かってはいますと。それで、風の状況、いろんな状況があって、夜9時までに降りられれば着陸させるし、で降りられない場合は隣の関西国際空港にダイバートって言って、代替着陸をするっていう形で行くんですが、で今回の福岡空港のケースでいうと、この風の影響で皆さんの便が大幅に遅れていたという、そういったような状況があった中で、同じ20時台、20時11分から27分のこの16分間の間に3つの JAL の羽田発福岡行きが飛び立ったと。ちょっと普通はそういうことはないんですけど、
今回飛行機の便が遅れた便が発生したことによって同じ出発の羽田から福岡へ向かう便が3便一気にこの20時11分それから20時18分、20時27分というふうに離陸をしましたと。でなぜかこの真ん中で、離陸した20時18分に離陸した便だけが福岡空港に降ろしてもらえないで、関西空港に一旦降りて給油して、夜中の2時50分に羽田に帰ってきたと。機体壊れてないんですよ。じゃあその違い何なのかということになりますが、記事の方でも触れてますのでそこもぜひ読んでいただきたいなというふうには思うんですが、この降りられた便っていうのはもともと羽田を19時15分に出発して福岡に21時25分に到着する便、それと19時30分に出発して21時40分に到着する便、この2つに関しては、その風の影響でもともと1時間2時間遅れていたので、いわゆるもともとの9時25分到着、30分1時間遅れてもう10時過ぎますよねと、なのでこれは明らかに天候が風が強いのでその影響によって遅れるので、これは不可抗力なものなので、これに関してはもう出発前に福岡空港のその運営会社の方に、時間外の着陸を認めてくださいという要請が出て、OK が出た上で出発をしていた。だから降りられました。で問題は真ん中の便です。真ん中の便っていうのはもともとの出発は18時30分発。福岡空港着が20時30分着。そうすると、まだ20時30分定刻で福岡空港は22時まで降りられる90分という時間がありますと。ですがこれが風の影響で90分遅れてるんであれば今回福岡空港は着陸を認めたということなんですが、これちょっと福岡空港の方に取材をして、お話聞いた上でのちょっとお話になるんですけど、ですがこれがですね、最初羽田空港でお客様に何分遅れますって案内するじゃないですか。でこれが18時30分発が風の影響で出発が40分遅れますと。19時10分に出発するということでお客様にも発表するしホームページにも出してた。そうすると40分の遅れということはさっき話した通りでこの18時30分発の便っていうのはもともと福岡空港定刻が20時30分、40分遅れても21時10分、余裕で22時には間に合うだろうと、ということで準備をしてました。そうしたらやはり、この日羽田空港のグランドスタッフとかも含めてものすごい準備もその風の影響の遅れというイレギュラーな状態になってて、出発準備に時間がかかったということと、ほぼ満席、8割から9割の搭乗率でこれ335人のお客さん乗ってたんですけど、これ乗せたりとか荷物に時間がかかって、19時10分ってお客さんにアナウンスしてたのが結局ゲートを離れたのが20時1分。だここの時点で、さらに、20時1分ですから50分遅れた、51分遅れた。でこの51分は航空会社の責任だろうっていうのが福岡空港の見解。風の理由なら22時過ぎで着陸認めるけど、その前半のその40分は風の影響でいいけど、その後の遅れはこれはJAL さんの責任じゃないか、だからうちはそれが確認できたので、着陸を認めませんでしたというのが福岡空港側の見解で、これルール的には別に正しいです、はっきり言って。ただそれを出発してからかどうかちょっとわからないんですけど、どこでこの、延長のというかその遅れても着陸したいですというリクエストを出したかっていうちょっと問題はあるんですけど、ただその、この飛行機っていうのが福岡空港8時18分20時18分に離陸をしていて、どうもいろんな話を総合すると離陸する前後ぐらいでは22時の門限は間に合うだろうというふうに思っていたちょっと感じがあって、というのは夜の時間って飛行機の道が空いてる、航路って言うんですけど空いてて、早いと1時間25分ぐらいで行っちゃう、1時間でちょっとその1週間ぐらいの前後を見たんですけど、前のだいたい1時間30分から1時間40分、いわゆる離陸してから羽田空港の滑走路を離陸してから
福岡空港の滑走路に降りるまでの時間、でこれがだいたい1時間30分から1時間40分、1時間40分だとギリギリ21時58分で間に合うんですよ。1時間半で着けばまあ10分ぐらい余裕はあって、多分間に合うだろうという認識でいて、途中でどうもこの申請を出して却下をされたんですが、ただそのフライトレーダーって言っても今どこを飛んでるか分かるんですけど、もう北九州福岡空港の手前ぐらいまで飛行機行って何回か、1回かな旋回をしてまあダメっていうのが分かって、燃料があれば羽田までそのまま戻れるんですけど、そこまで燃料なかったみたいで、それで一旦関西空港に降りれる、24時間降りれる空港に降りたというのがあったんですけど、だから本当は出発前に降りれることを確約をしなければ出発すべきじゃなかったっていうのがまず JAL 側に対してはこれ JAL の責任だと思う部分もあるし、反面福岡空港もっていうか乗ってるお客さんは自分がなんで自分の便だけ降りられないのっていうのがすごい不安じゃないですか。そうですね。ましては早く18時半っていう元の便でこの他の便以上に遅れて出発して、結局だから1時間半以上遅れて出発をしてるわけだから、なんで自分たちだけ降りられずに最後羽田に夜中の2時50分に戻ってくるのっていうねっていうのがあるんですけど、これはでもその出発準備のところも風の影響もあったと思うし、そこはやっぱり柔軟な対応っていう、だから日本らしいこれ部分があって、で昔バニラエアっていう LCC がANA 系であったんですけど、ちょっと奄美大島の、ところでちょっと車椅子の対応をどうするかっていうところで、その時にもあったのが、結局やっぱりそのマニュアル通りの対応をするのであればその通りなんですよね、今回でもそうなんだけど、だけどそこでいかに柔軟にするかっていうところで、やっぱりそのバニラエアの時は社員がいわゆる LCC はコスト削減でそんなに就航地に社員置かないので、そこの判断でその委託しているところは、判断、委託しているところは逆に言うとそこでイレギュラーなことをしたら契約違反になっちゃうのでそこの難しい部分は確かにありますと。で今回も福岡空港はルール通りにやった、これはもう事実だし、そこは責めちゃいけないところだけど、でもそういう柔軟なことをやっぱりやってもよかったと。で一番僕が怒ってるのは、今このエコというふうに言われてて、飛行機もサステナブルなフライトとか、それとかも少しでも燃料を少なくしてとか、あと地球環境に配慮してと、でこれ結局今回の飛行機って結局福岡まで飛んで、関西空港にまたそこで羽田に行くっていう、もう燃料っていうかもうジェット燃料をまき散らしただけっていう、ところで下ろしてあげればそこで無駄な燃料も使わなかったし、いくらこんだけ今エコ言ってる中で、エコに全く反すると。で一つ誤解ないように言っておきたいのが、天候が悪くて、今でいうと北海道で千歳空港で雪がすごいあってとか視界が見えないとか、福岡でもその台風が来たとか、その行って降りられなくて引き返す、これは不可抗力で、これは実際問題安全最優先なので、これは無駄だとは思わないですけど、今回飛行機の性能は降りられる。で福岡空港の確かに騒音の問題はあるけど、ただ前の飛行機降りて後ろの飛行機降りてるので、その時間にそこが1便増えて、それもかつ真ん中でっていうところだったので、で実際にちょっと現役のパイロットの方にもお話をちょっと聞くことができたんですが、やっぱり離陸の時にその降りられる確約を示してほしいと。だからもう出発の離陸が見えた段階で、ダメならダメって言ってほしいと。というのはさっき一番冒頭でその伊丹空港で1分でもダメだと関西空港行かなきゃいけない、だそこもそうなんだけど、大体平均の飛行時間を見て離陸した時点で、そこよりも超えてなければそれはもう認めますよっていう、その1分2分、それでもそれやっても多分数分だと思うんですよね、日曜だと。だからそういったところで利用者乗ってる人が結局一番損するし、今回福岡行きって日曜日の夕方って今、福岡の方が、東京で遊んで帰られる方と、それとあとはその、関東に住んでる方が単身赴任で福岡に赴任されてて、日曜日の夜戻るっていう、そういったような形で福岡に携わってる方がほとんど
乗っていたのに、観光客というよりそういった方が多かったのに、結局降ろしてくれないという、もう全くちょっとこれはだからこれを機にやっぱり直すべきだと思うし、議論すべきだし、何かしらちょっと生かさないといけないのかなというふうに、ちょっとすいません、今回は怒り気味なんですけど、それともう一個ね、あと僕この記事書いて、ちょっと分かってはいたんだけど、ちょっと文字数が増えちゃうんで入れなかったんですけど、北九州空港に降ろせばいいのではないかっていう声がありました。僕もそれは同じ意見は確かにあって、北九州空港っていうのは沖合で人工のところにある空港なので、ここも24時間降りれるし、それでジャンボ機の今貨物機が大韓航空とか来てて、でもうジャンボが降りられるぐらい滑走路もあるので、この今回 JAL の飛行機、エアバスの A350 という飛行機だったんですけど、物理的には降りられますと。ただ降りても今度そこにその機体が今まで1回もおそらく降りたことはなくて、でボーディングブリッジつけることはできるかもしれないけど、そこから今度小倉までもやっぱりバスで 4,50 分かかる。で空港の前に東横インはあるんですけど、今回335人が乗ってたと。ってことは仮に40人から45人乗りのバスを用意したとしても、8台は最低バスを用意しなきゃいけない、宿泊先をやっぱり夜なんて確保しなきゃいけない、そう考えた時に、まずやっぱりこのエアバスの飛行機 A350 が北九州に降りた実績ないので、多分ないと思うんで、物理的に無理かなっていう。だからやっぱり今後福岡空港に関してやっぱり北九州空港でもこういったのが降りられる、体制は作っておくってこともあってもいいのかな。さっきの伊丹空港があっての関西空港、で成田空港あっての羽田とか、そういったような形でやっぱり代替空港が一応北九州あるので、そこのちょっと活用も考えなきゃいけないけど、今回はもう僕が見る限り絶対無理だったなと、関西空港行くしかなかったのかなっていう、ところも含めていろいろちょっと考えさせるということで、そうですね。すいません、ちょっと熱が通りましたけど、やっぱり直すべきことはやっぱり議論していると。そうですね。ニュースにもね、すごい大きく取り上げられてましたしね。そうですね。そういったところで今日は、深掘りの中のまた深掘りだったと思いますが、そうですね、かなり深いところまでこういったことを今後やっていきたいなと思ってますので、ぜひお付き合いいただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。